皆さん元気ですか？今日のトピックは心の声とか直感に従うことについてです。このトピックは日本語の勉強と全然関係ないんですけど、最近というか今年に入ってからよく私が考えていることなので、これをシェアしたいなと思いました。皆さんは何かを決めるときに心の声に従いますか？それとも頭の中の声を聞きますか？私は昔は頭の中の声だけを聞いていました。頭の中の声っていうのは、エゴの声ですね。エゴは英語でイーゴかなエゴの声で、エゴの声って結構恐れの声が多いと思います。例えば、何かしたいことがあっても、これはしない方がいいんじゃないとか、失敗したらどうするのとか、こんなことしたら他の人に変だと思われるよとか、こんなことしたって絶対成功しないからやめといた方がいいんじゃないっていう声ですね。これはちょっと前に話したことに似てるかもしれないです。前に内なる心の声っていうエピソードを作ったんですけど、それにちょっと似てるかもしれないです。頭の中の声はそういうエゴの声とか恐れの声とか、あとは思考ですね。思考っていうのは考えてることですね。いろんなことを考えて頭の中がぐちゃぐちゃになることがありますか？私は時々あるんですけど、そういう頭の中の声だけを聞くと心の声が聞こえなくなります。心の声とか直感、イントゥイションが聞こえなくなります。自分が本当に何がしたいかわからなくなります。あとは私は昔、周りの人の声も結構聞いていました。周りの人のアドバイスですね。こうした方がいいんじゃないとか、そういうアドバイスをよく聞いて、それに従ってたと思います。でも今は自分の心の声に従うようにしています。これは結構簡単なことじゃなくて、今でも結構頭の中の声がうるさすぎて、心の声が聞こえなくなることがよくあるんですけど、心の声に従うようにしています。簡単なことじゃない時も多いと思います。例えば、本当にやりたいことをしようと思ったら、すごく勇気もいるし、人と違う道を選ぶのは怖いですよね。あとは、先が見えないのに、自分の心の声だけを聞いて大丈夫かなって思うこともよくあります。未来のことは予測できないし、何が起きるかわからないですよね。何も確信がないのに、自分の心の声とか直感に従うのは本当に勇気がいることだと思います。私は20歳とか21歳ぐらいの時に自分の心の声を聞くようになりました。っていうのは、皆さんも聞いたことがあると思うんですけど、20歳ぐらいの時にスティーブ・ジョブズさんのスピーチを聞いたんですね。スタンフォード大学でスティーブ・ジョブズさんがスピーチをしましたよね。そのスピーチの動画を見て、本当に考え方が変わりました。その前からも自分がしたいことをしようとは思っていましたが、そのスピーチを聞いてから本当に心の声に従うようになりました。そのスピーチ、皆さん絶対一度は聞いたことがあると思うんですけど、私の心に響いたところを紹介します。はい。日本語で言いますね。未来を見て点を結ぶことはできない。過去を振り返った時にしか点は結べない。だから、いつか点と点が結ばれると信じないといけない。これを聞いた時に鳥肌が立ったのを覚えています。鳥肌が立つっていうのは to get goosebumps ですね。鳥肌が立ちました。過去を振り返った時にしか点は結べない。本当にそうですよね。未来を見てるときは、この今と未来の点がどうやって結ばれるかわからないし、今やってることが未来につながってるかもわからないですよね。
未来のことは予測できないし、コントロールできないので、今やってることとか、これからやることが未来につながってるかどうかはわからないので、不安になりますよね。大丈夫かなと思いますよね。でも、スティーブ・ジョブズさんは、この点と点が結ばれると信じてくださいと言っています。あともう一つ心に響いたことがあるので、それも読みます。一番大切なことですが、自分の心の声と直感に従う勇気を持ってください。それは自分が本当になりたいものをもう知っています。このスピーチを聞いて本当に感動しました。感動したし、心の声に従ってもいいんだと気づくことができました。で、このスピーチを聞いてからもっと強い確信を持って直感に従うようになりました。スペインに留学したんですけど、周りの人からは、なんでスペイン語を勉強するのって言われたんですね。スペイン語勉強してどうなるの？英語勉強した方がいいんじゃない？って言われたんですけど、その時に私の直感とか私の心はスペイン語を勉強したいって思ったんですね。だからそれに従いました。その後、メキシコに行って日本語教師になるなんて考えてなかったんですけど、振り返ってみると、そのスペインでスペイン語を勉強したことがメキシコで日本語教師になることにつながっていたんだなと気づくことができました。これは私のただの個人的な意見なんですけど、本当に自分がしたいこととか向かいたい方向は自分の心はもう知ってると思います。自分の心の中に答えがあります。で、その心の声は私たちがそれを聞いてくれるのを待っていると思います。でも頭の中のエゴの声がうるさすぎて自分の心の声が聞こえなくなるんですね。これは私も日常の中ですぐに忘れてしまいます。自分の声だけじゃなくて、今の社会ではいろんな人の声が聞こえてきますよね。人がどう思うかを気にしてしまったりすることもあります。でも私がよく思うのは、きっと死ぬ瞬間には私たちが悩んでることのほとんどはどうでもよくなると思います。そう、死ぬ瞬間に人がどう思うかなんて考えないですよね。死ぬ瞬間に考えることなんでしょう？死んだことないからわかんないけど、想像しかできないけど、きっと死ぬ瞬間に考えるのは、自分の人生を生きたかなとか、自分にとって大切なことを大切にできたかなとか、やりたいことに挑戦したかなとかだと思います。もちろん自分にとって大切な人、家族とかパートナーとか親友とかが自分のことをどう思ってるかっていうのを考えると思うんですけど、全然普段関わらない人たちが自分のことをどう思ってるかなんて考えないですよね。でも私もそうなんですけど、死ぬ瞬間にどうでもよくなることにエネルギーを使ってしまうことがよくあります。私も今でも心の声を聞くこととか直感に従うことを練習しています。毎日練習しています。きっとこれは一生かけて学んでいくことだと思います。例えば瞑想をして思考を手放したり、日記を書いて内観することも大事だと思います。内観については先月のエピソードで話しましたよね。introspection ですね。内観することも大切だと思います。で、私は今年に入ってもっと自分の心の声を聞くようになりました。去年いろいろ悩んだりしたことはもうこのポッドキャストで話したんですけど、悩んでる時にやっぱり頭の声がうるさかったんですね。これした方がいいよとかこれしない方がいいよってすごく頭の声とか頭の思考がうるさかったんですけど、今年改めて自分の心の声を聞くことの大切さを学びました。もちろん何か大きい決断をするときにいきなり自分の心の声を聞くのはちょっと難しいと思います。でも普段から
心の声に従って生きると、何か大きい決断をするときに自然に心の声が聞けるようになると思います。だから日常の小さなことでも自分がワクワクすることとかしたい方を選ぶことが大切だと思います。例えば本当に小さいことだったら何を食べたいか、本当に直感でこれが食べたいと思ったものを選ぶ練習をします。あとは誰に会いたいか。今日はこの人に会いたい。今日はこの人と話したいと思ったらその人に連絡してみたりします。あとはこれが着たいと思ったら、なんかこれちょっと変だけど、これ自分が着たいから着てみようと思って、それを着たりします。あとは例えば今日はここに行きたい。なんでかわからないけどここに行きたいと思ったらそこに行ってみます。そうやって本当に日常の中の小さな決断をするときに自分の心の声を聞く練習をすると、何か大きい決断をするときに自然に自分の心の声が聞けるようになります。まだまだ私もこれは練習中なんですけど、本当に自分らしく生きたいし、自分が本当に心からしたいことをこの人生でしたいと思っているので、これからも自分の心の声を聞いて生きていきたいです。で、頭の中の声とかエゴの声が強くなるときは、私の場合、ほとんどいつも疲れてるときです。疲れてたり、あまり寝てなかったりすると、心にも影響があります。だからしっかり休むことも大事だし、心と向き合う時間を作ることも大事だと思います。このポッドキャストを聞いてくれてる人とも何かのご縁があってこうやってつながれてると思うので、これを聞いて一人でも自分の心の声を聞いて自分らしい人生を生きる人が増えたらいいなと思います。私も今はこの日本語教師という仕事をしていますが、これからはどうなるかわかりません。自分の心の声を聞いて本当に自分がしたいことをしていこうと思っています。はい。でも今は日本語教師としてこの仕事をさせてもらっているので、こうやって日本語でいろんなことをシェアできたらいいなと思っています。はい。じゃあ皆さん今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。またね。ありがとう。よかったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. The link is in the description box. じゃあまたね。